俺の名はシュラウド。シュラウドといっても、あの某有名ゲーマーではない。4月に入社した会社に慣れてきた今日この頃、やっと慣れてきた社畜生活で、俺は上司に呼ばれた。シュラウドくん、君明日から出張ね。なんということだ。しかも、4日間という出張期間。これでは満足にエーペックスもすることができない。そんなことを思った矢先、一本の連絡が来た。このゲーミングパソコン使ってみませんか？え？ゲーミングパソコン？俺は考えた。だが、すぐに答えが見つかった。よっしゃ！これで出張も乗り切れる！そんなこんなで東京駅に着いた。ここから新幹線乗り場へと乗り継ぎだ。エスカレーターを降りて新幹線乗り場へと向かう。東京駅はいつ来ても迷う。新幹線乗り場はどこだ？道に迷っても荷物が重くない。なぜなら今回のゲーミングパソコンは本体質量 1.7kg、 アダプターを入れても 2kg 弱だ。これならいつでもどこでも何でもできそうだ。お買い物は駅構内の売店や自動販売機などを。ようこそ2つ1番とお分けください。お待たせいたしました。どうぞご乗車ください。やっと新幹線に乗れた。新幹線のテーブルはかなり小さい。でもこのパソコンなら新幹線のテーブルにもぴったりだ。そう、 MSI のステレス 15M なら。超薄型軽量を謳っているこのパソコン。大きさは 15.6 インチ、重さは 1.7kg、薄さはなんと 16.15mm。 これはかなり薄い。 CPU はインテル第11世代 Core i7-11375H、 GPU は GeForce RTX 3060 ラップトップ GPU。 ゲーミングノートパソコンとしてはミドルクラスのスペックとなるが、持ち運びできるゲーミングノートパソコンと考えれば十分すぎるスペックな気もする。 CPU が4コア8スレッドだったりするが、その辺は後ほど詳しく見ていこうと思う。本体カラーはカーボングレーで、外装は軽量で丈夫なアルミニウム合金素材でできている。液晶パネルはリフレッシュレート 144Hz ゲーミング液晶パネルを搭載。これなら Apex でも快適に戦えそうだ。拡張ポートもサンダーボルト4やマイクロ SD カードリーダーがついている。サンダーボルトを使えば外付けストレージも高速で使用可能だ。 USB や HDMI は標準でついているが、薄さを追求した結果なのか LAN ポートがついていない。有線が使いたい場合は USB 変換コネクタが必要だ。私は有線派なのでちょっと残念だ。他にもクーラーブースト5と呼ばれる冷却システムで CPU と GPU を冷却していく。どのくらい温度なのかは後ほど見ていこう。もちろんゲームばかりではなく、仕事をするには十分すぎる性能と思う。ワードや Excel なんかももってこいだ。昨今の状況だとテレワークにも十分使えると思う。とりあえず新幹線の中での仕事も一段落したので Apex でもやってみようかと思う。さすがにマウスがないときついので隣のテーブルにマウスを置いた。ちなみにネット環境は JR の無料 Wi-Fi だ。新幹線の中でも快適に遊べている。ちなみに新幹線の中では電源はつなげずバッテリーで運用してみた。ハイパフォーマンスモードと呼ばれる性能重視の状態で、仕事を約30分で 13% ぐらいの消費。Apex を30分やって約 40% の減り具合だった。
これはやる内容、パフォーマンスモードによって違うが、一つの目安としてほしい。まあ最近の新幹線は座席にコンセントがついているので、あまりバッテリー持ちは気にしないんだが、バッテリーでも十分性能は出ていそうだ。シュラララ。さて、出張先での仕事も終わり、ホテルに帰ってきた。俺は動画投稿者としての傍らにもう一つの顔がある。そう、ゲーム配信者だ。このゲーミングノートパソコンならホテルでのゲーム配信も可能だ。せっかくなのでこのゲーミングノートパソコンの性能も測っていこうと思う。まずはシネベンチ R15、 4コア8スレッドでベースクロックは 3.30GHz、 ターボブーストはまさかの 5GHz に達する。結果はマルチが 970cb、 シングル 146cb、 最大温度は82度から96度となった。続いてシネベンチ R20、 結果はマルチが2312ポイント、シングル562ポイント、最大温度は91度から96度となった。続いてシネベンチ R23、 結果はマルチが5771ポイント、シングル1412ポイント、最大温度は91度から100度となった。続いてはゲーム系ベンチマークも測っていく。まず最初はファイナルファンタジー14ベンチマーク。設定は高品質デスクトップで行った。結果はこちら。ノート PC でも非常に快適判定だった。これはさすが RTX を積んでるだけのことはありそうだ。続いてのゲーム系ベンチマークもやってみよう。ファイナルファンタジー15ベンチマークだ。設定は高品質フル HD で行った。それではここからは倍速でお送りしよう。しかしさすがファイナルファンタジー15ベンチマーク。フレームレートは60前後を行ったり来たりしている。まあノートパソコンで60前後出てるっていうのもすごい話だが、結果はこちら。さすがファイナルファンタジー15といったところだろうか。それでも快適判定という結果だった。それでは最後にもう一つやってみよう。ファンタジースターオンライン2ニュージェネシスだ。こちらは6月9日より正式リリースしたゲームとなる。ファンタジースターオンライン2は前に結構遊んだことがある。そんな話をしていたら結果が出ていた。この結果が高いのかどうかはわからないが、一つの参考にしてもらいたい。では今度は実際にゲームでの様子を見てみよう。試してみるゲームはもちろん Apex だ。設定はモデルディテールだけ購入して残りは低設定にしてある。高価時でもかなり高いフレームレートが出てる。戦闘シーンを見てみよう。煙幕が出てもフレームレートがあまり落ちていない。ここからは少し戦闘の様子を見てみよう。これが最後の敵だ。テストのつもりがチャンポンまで取れてしまった。ゲームによって違うが Apex は問題なく遊べそうだ。さてゲーム配信の方に戻ろう。これは実際にホテルの環境で配信をしている様子だ。さすがに1画面では配信画面がわからなかったので、今回はモバイルモニターを持参して2画面構成でやってみたが、全然問題はなさそうだった。もちろん
ホテルによってネット環境が違うので一概にできるとは言い難いが、パソコンのスペック的には全然問題ないだろう。シュラララ。ということで今回は MSI のステルス 15M を使用してみた。持ち運びできるゲーミングノートパソコンとしてはスペック的には全然問題ないと思う。ただやはりノートパソコンということで長時間ゲームをしているとキーボードが熱くなってきた。ゲーム用専用として自宅で使う際は外付けのキーボードも用意した方がいいかもしれない。今回の私みたいに出先等でゲームや映像関係の仕事をしている人には持ち運びやすくとても良いパソコンだと思った。ということで皆様ご視聴ありがとうございました。